Good evening. Good evening. お待たせしました。Hear me, we're 2 minutes late. すいません、すいません。バタバタですね。ダメだね。こんばんは。Thank you for joining い us. つもありがとうございます。ちょっとこれもうちょっとどうしよう。なんか暗いね。Yeah, dreadful hair. また直さない。When am I find the time to get a haircut? 作ったらいけるんじゃない？ You can cut it. まあね。前来たよね。そんな話はいいかな。はい。もう夏休み終わりますね。なんか、夏休みは夏休みじゃないっていう感じがしますね。今年は、なんだろう。休みがなかったね。Yeah. リトリートの前日ぐらいだったかな。At least it was doing work that we like. そう。いや、でもね、楽しかったよ。そう、楽しかったです。なんかね、久しぶりにはいつも教育の話はしてるんだけれども、今回ね、いろんな活動をすごく分析したらね、すごい面白い発見があって、それはすごく良かったし、またね、ちょっと新たなチャレンジもしようかなっていうところで、いろいろバタバタとしております。で、そう、ちゃんとね、お礼のメールも LINE もするのが忙しくてできなかったんですけど、次世代型のね、子供へ、次世代型英語教育セミナーもね、参加いただいて、皆さんありがとうございました。まあね、こう、私たちらしい視点のお話だったんじゃないかなと思うとともに、最後までね、養成講座の説明会を聞いてくださって、またね、思い切って8期にお申し込みをされていらっしゃいました先生もおめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございますっていう感じがします。なかなかね、この養成講座に来るハードルってものすごい高いらしいんです。But of course, we will definitely make it worth it. そう、You will definitely not be disappointed. 本当に真剣にサポートしていきたいなって思ってますので、養成講座8期楽しみにしていてください。またね、新しくリピートされている先生もいらっしゃって楽しみにしていただけたらいいかなと思います。And at this point, we should add that we're not sure about 9期。そう、9期に関してはやらないとは言わないけれども、ちょっと時期がね、いつもこう半年に1回みたいなペースがあったんですけど、今回ちょっとそれをちょっと保留して、もうちょっとね、やりたいことが出てきたのでね、そっちもやりつつ、また養成講座もやりたいなとは思うんですけれども、この間ね、ちょっと話してたんですよ。もう22年間20年間か。私たちは20年間一緒にね、もっとそれぞれの英語講師歴はもっとあるんだけれども、一緒にこうマシューと仕事をするようになって、教育のことを話すようになって、もう20年経ちましたね。で、じゃあこの20年何が変わったんだろうって思うと、変わってると信じたい。まあ少なくとも私たちが知っている養成講座を受けている先生の中ではものすごいやっぱり変わっていかれて、生徒も増えてみたいなね、収入も増えてって、しかも生徒の発音もすごく増えて、先生の悩みも減って、クラスが楽しくって、教室で大爆笑してみたいな感じで楽しい雰囲気が出ててね、本当のコミュニケーションの英語をやっていただいているっていうのは、お話を聞いてる中ですごくそれに関して実感があるんだけれども、別にね、こう、他のそのアップリフトとか全然関係ない先生の、お話とかコンサルとかちょっとさせていただくことがあったんですけど、聞いてるとね、やっぱりまだ変わってない印象が強いね。そう。それでね、思ったのは、どうしたらいいんだろうっていうすぐね、How to に飛びつく癖がまだあるなっていうのをね、感じるんですよ。I think the overall image of what teaching should be and of what teaching is about is very strong. So people cling on to that image.
not knowing much beyond that except the need for a how to fulfill that image. そうね。で、ハウツーが悪いっていうことでは全然ないんですよ。ないんだけれども、どうしようっていうね、その目先の、なんていうのかな、問題だけこう追っかけていったところで、根本的に解決できてないなっていう、なんかこう、悩みのループに入ってるというか、セミナージプシーループに入ってるというか、っていうのをね、ちょっとこう、まだやっぱ感じるな。まあ、たまたまね、私と話した先生がそういう先生が多かっただけかもしれませんけれども、まだまだね、やることあるけど、なんでこんな同じことずっとやってんだろうみたいなね、不思議な気持ちになったりするのも事実なんですよ、ね。Well, of course, we needed to be realistic. I mean, while our goal of changing English education in Japan is still real and valid, and I think still attainable. Right. We must admit that it's going to take some time. Right. あと痛みが伴うね。Yeah. そう。みんなね、思ってると思うんですよ。ちょっと英語教育変わんなきゃいけないんじゃないかって、変えなきゃいけないってみんな思ってるはずよね。We've only done the course 8 times. So, it's a big country. もうなんかね、0.0 何%の先生しか会ってないからね、まだね。But that's okay. All's good. そう。でもね、そうは言っても、全然まだやる価値はあるなってすごく。Well, the changes that we have been able to make with the teachers we have been able to work with, and then their students has been overwhelmingly positive and very, very worthwhile. And for that, there's nothing to regret. There's everything to be proud of. It's very touching, isn't it? そうね、先生方もね、受講生からのいろんな報告が何よりもね、嬉しいし、それを聞くと、講座やってよかったなって本当に思うね。Well, we were also joined at the seminars by repeaters who gave their very honest, very frank 体験 message. And また感動だよね。ありがたいと思う。本当にありがたいです。Thank you for joining us, repeaters at the seminar. Something special for the repeaters is coming up this weekend. そう。これちょっと業務的な話ですけど、リピートの先生はリピートの先生だけどセミナーがあるのでね、今度やりますので楽しみにしててください。なんかもうセミナーばっかりやってるね。いいじゃん。いいじゃん。伝えたいことは山ほどあるけど、ある。ね、いつどう伝えるかってスケジュールをちゃんとしないとね。はい。So we've got the repeater session this Sunday and then the Senka the following Sunday. で、そしてまた今度8期がね。We're really looking forward to meeting as many teachers as possible on both those days, but especially the Senka, because this is a really good opportunity for us to meet new teachers. そう。インフォメーションギャップのある活動そのものをね、知らない方もまだすごく多いっていう感じがするんですよね。Yeah. で、あとは、よくあるのは、ラーニングワールドとかお使いの先生はコミュニケーション活動とか言ってね、消去法のゲームとかね、されている方もいらっしゃると思うんですけど、でもあれだけがインフォメーションギャップじゃないですよね。あれ、インフォメーションギャップっていうのはそもそも何だってことをまず知っていただくと、いろんなところでそのインフォメーションギャップを先生がデザインして作ることによって、よりクラスの中の生徒との発話がね、コミュニカティブになる。で、コミュニカティブな状態で英語の練習ができるっていうものすごくいい方法なんですよね。だからなんかカードを使ってやるときこうですよとかそういうハウツーではなくて、もうちょっと根本のね、そのインフォメーションギャップって何なのっていうところもちょっと理論もねお話ししながらがっつりやりたいなと思ってます。でちょっとお昼ね、すみません、時間がね3時間にしようと思ったけどちょっと3時間で終わらなさそうだったので4時間になります。ちょっとお昼の時間。Well, there's a few videos to watch as well.
そうそう、お昼の時間まで取らない感じで、ちょっとお腹空きながら、まあなんか食べながらでもね、探していただいてもいいんですけど、しっかり4時間ね、まあ途中休憩挟みますけど、I recommend chocolate. 1時間お昼休みを取るとかそういうことせずにですね、ちょっと頑張って、聞いていただけたらいいかなと思います。また、後日視聴もね、期間限定になってますけども、設けてますので、聞いていただければいいかなと思います。If you've just joined us, good evening. Welcome to another riveting discussion with Matthew and Hirami from English Uplift. The chat box is working, we feel, so by all means, let us know who you are, how you are, and where you are this lovely, rainy ちょっと雨降ってますね。Thursday evening. でもなんかちょっとだいぶ涼しくなったかな This morning was lovely. 思ったけどね、またちょっと But ム it's シッ still として hot. Yeah. そう。でももう9月だよね。あと9、10、11、あと4ヶ月です、今年。年取るの早いなって思いますね。言うそれ。思わない？思う。なんかね、自分は変わってない感じそれ言わなくてもいいこと。でも、もうね、何でも来いですわ。はい。はい。ということで、8期も楽しみですし、ぜひ、専科セミナーの方もね、楽しみにしてください。で、ちょっとだけ言うと、私たちのセミナーって、おそらく他のセミナーと比べると、そんなにお手頃感がないのかもしれません。ただ、内容にものすごい時間をかけて、ものすごい分析をして、こちょこちょこっとハウツーを教えるものと全く違うので、その辺はね、Well, there will be lots of how-tos, for sure. もちろんあります。 There are plenty of activity ideas to share. そう。And like I said, there will be at least 4 lesson videos to watch. I mean, not the whole lesson, but そう、実際のね、子供のそのレッスンの状況を見れるのってなかなかないと思うんですよ。人の授業を見ることってないと思うしね。で、今回たまたまサマーリトリートの子供たちの英語活動ね、本当は Day1 だけライブにする予定だったんですけど、ちょっと人数があんまり少なくてね、ちょっと配信やめてしまったんですけど、結構ね、やっぱりDay2 の子供たちの様子も非常によくって、yes, we videoed it. お母様の方からもね、OK いただいてね、ぜひTeacher Development で使っていただけるんだったら嬉しいですっていうふうに言っていただけたので、今回ね、専科セミナーの方で、そのリトリートでやった子供たちの反応もすべてね、見ていただけると思うので、楽しみにしていてください。And it's very interesting. Obviously, the activities, it's actually the focus of these videos are the activities because they represent information gap very purely. But of course, there are so many other things to watch about these videos, so many aspects that the kids, what they say, when they say it. There's loads of non-target English in there. And the kids get along very well. So it's very interesting. そうね。そう。ぜひ。楽しみに。はい。大変だったけど、編集終わりましたんで、ぜひ、終わりました。先生方にお見せしたいと思います。すごく楽しみにしてます。This evening, Hirami, what's our discussion? ですね、クラスマネジメントについての話は、結構前にもやってたりしてね、同じタイトルついてるかもしれないけど、気にしないで聞いてください。やっぱりね、とても大事なことだなと思っていて。Well, it's come up again because not all of my classes are easy to manage. And so I'm imagining other teachers have a similar experience. I think if all teachers were to be totally honest to themselves, they would have their favorite classes. そりゃそうだよね。They'll go, oh, it's Tuesday today. とかね。I like Tuesday. Or they go, it's Wednesday today. God, I can't wait to see. 正直ベースでそうあると思います。あると思います。好きな。Maybe not all teachers, but overall, I don't have too many problems. It's just maybe each class has some aspect that warrants focus and attention on classroom management.
So it's around on a regular basis at my work. And that's not a bad thing. That's a very good thing. And it keeps teachers on their toes. So there's that. And am I allowed to give the topic of the retreat, of the repeaters? No. Okay. And we're going to be speaking in more depth about a certain aspect of classroom management at the repeaters seminar this Sunday. It's worth getting that information if you're a repeater. Right. So please join us for that. But it's kind of related to classroom management and relations with students. なんていうのかな、クラスルームマネジメントって、例えば子どもたちのね、その自由度をどこまで認めるかとか、どこまでイエスでどこまでノーかっていうところの、ジャッジってなかなか難しかったり、もしかしたら先生はその時の気分によってね、結構変わっちゃうこともあるんじゃないかなと思うんですよね。どの時私はどうなのっていうのがあんまりわからないっていうか、感情で動いちゃうところもすごく実際あると思うんだね。だけどそれが本当にフェアなことなのかってことも考えなきゃいけなくって、ね、もちろんね、どんな子供も全て OK だし、そうそう、ね、愛があるし、それは前提なんだけれども、じゃあ、本当にね、じゃあ好き勝手やってていいのってなったらそうではないだろうし、で、それはやっぱりこう、クラスでやってる以上、ここは尊重しつつもね、この空間でみんなでいるということに対して、どういうふうに先生はマネジメントするかっていうのはとても大切なことなんです。Right. After all, the students and us are together in a community. So communities need to have some sort of policies and some sort of guidelines and some sort of rules for people to be able to get along peacefully. And application of those rules or reminding of the rules is sometimes called discipline. And a lot of teachers don't like that word discipline because it carries images of being strict or angry or the word punishment. So a lot of teachers tend to shy away from the word discipline and certainly the action of disciplining children. There's at the back of their minds there's this feeling of we can't make them cry. But discipline is not meant to make kids cry. Discipline is meant to make kids smile and be happy. 結構ニュートラルに考えるとね、そうなんだけ But ど。 if that's the image that you have of discipline as being angry or strict. 悪いこと、厳しいこと、あんまり良くないことみたいなね。Right. いつも言うけど、すべての物事にはいいとか悪いとかそういうジャッジよりも両方そういうアスペクトがあるっていうのが大前提じゃない？だからディシプリンがいいとか悪いとかいいとこもあるし悪いとこもあって、それは両方あるわけじゃない。Right. だけどその悪いとこばっかり見てもよくないし、Right. いいとこばっかり見てもよくないっていうところで、先生やっぱ常にニュートラルに見る癖っていうのはつけるべきだと思うのね。Well, there's one other thing. Discipline occurs on top of an overall classroom management policy. そうね。 So if the policy is different between teachers, then when teachers see another teacher's form of discipline, they might misunderstand そうね、 that. それはすごくあると思う。 When the policy is different, the interpretation of any actions in the classroom can be misread. Right. そこのね、ポリシーをどう言語化するか、言語化して持っておくかってとても大事よね。だから例えば、すごくこう、子供たちが幸せになるためにっていう、大きなね、抽象的なゴールっていうか、もうそれで必要なんだけれども、大きいと漠然としすぎて
解釈の仕方がいろいろあるから、その解釈がポリシーになってくると、全然、幸せっていう方向に向かってるようだけど、そこの、何ていうのかな、言語化した時に違いがすごく出るじゃない。ここでよくね、誤解があったりすることもあるだろうし、で、これは先生方ご自身も、私はどういう子供をここで育てたいんだろうっていうのを、言語化しても理解しとくっていうことがとても大事だなって思うのね。やっぱ人間ってやっぱ言語がないと考えられないから、なんとなくっていうのはね、なんとなくっていうのはちょっと怪しい、そのポリシーとして。自分のイメージを言語化して持っておいて、そのポリシーに基づいて、いろんな、アクションを起こしていくっていうのが、だからまあ、綺麗事上等で大好きだし、私それで OK なんだけど、その上でね、じゃあ、どういう時どうなのってことを決めるときに、ポリシーっていうものがあるかないかで全然違う。I found an interesting site, and I'd like to read its contents to you. I will, towards the end, I'll definitely credit this site. The name of the article is seven habits of highly effective classroom management. 7 habits of highly effective classroom management. A habit is something that is done on a regular routine as a matter of course. It's constant, consistent, and it's done daily, almost without thinking. Right. That's the word, what a habit is. Right. So let me read it to you. I will quote the author. Her name is Suzanne Capek-Tingley. She's a veteran educator with a master's degree. One of the biggest challenges many teachers face, especially at the beginning of their careers, and that's true. Right. Is classroom management. It's just not easy to keep 25 kids interested, engaged, and focused. Now, that's true. And 25 kids, not many of us currently work with 25 kids at one time, unless you're a teacher at a elementary school. But that's not to say that I know there are some teachers who work at like preschool's afternoon English classes, and they may get 25 kids. But whatever the number, even if you have just started teaching, even teaching 5 kids, keeping them interested, engaged, and focused is a challenge. Classroom management skills usually improve with experience. But some teachers seem to have a gift for it right from the get-go. They seem to connect with kids and keep them focused on the lessons, and they seem to have fewer discipline problems. でもこれすごいわかるな。エクスペリエンスはもちろん必要だよ。だけど、エクスペリエンスがなくても、なんだろう、先生のマインドセットがすごくしっかりしてると上手だなって思う先生いるよね。いる。若くてもね。すごい。Yeah, and here's that word discipline. So this teacher is not afraid to throw it out there. They seem to connect with kids and keep them focused on the lessons, and they seem to have fewer discipline problems. What's their secret? They don't have one. They have 7. Every teacher is unique. True. They have their own personality, yes, their own behaviors, their own style. Yes. But after years of observation, I've come to recognize that most good classroom managers seem to share 7 habits. Oh, that's good to know. That's good to know. Yeah. That is good to know, because this is not just this teacher's opinion. It's based on observation of a large number of teachers. Good. All right, so we're going to hear the 7 secrets. Number 1. Set the tone.
Set the tone. Set the tone. Now you think, what does that mean? Set the tone. Let's read on. Don't just stand at your desks before class begins. Stand near the door of your classroom and greet kids as they come in. It's a way of saying, welcome to my room. It's great to see you. Yes. なるほどね。In the preschool, I used to do that with every child last year because we only had 7. This year we got 15. So we're really busy. At least one of the teachers is at the door every time. And sometimes it's me and sometimes it's someone else. But it is important. Be at the door. One teacher I know even plays a game with the kids as they enter, asking students silly questions like, what's your favorite cookie? Welcoming kids sets a positive tone before class even begins. Yeah. それそうだね。それはそうだね。一番やっぱ最初にこういい雰囲気で入ってもらうことが大事だからね。なんかちょっとこう、なんていうのかな、ネガティブとか落ち込んでたり、ちょっと機嫌悪くても、なんか入ってくるときにね、こうポジティブな感じでクラスルームに入ってこれたら、すごい引きずらないでいいもんね。それはあるね。でもさ、Welcome to my classroom の感じってすごくいいね。当たり前のようなんだけど、ああ、来たっていうんじゃなくてさ、ああ、まだ準備終わってね、もう来ちゃったっていうんじゃなくて、なんか、ああ、Welcome みたいな感じでやれるのかどうかってすごく大きい気がする、ね。And I think parents にも安心させるね。そうね。あれ先生いないとかさ。そうずっと後ろ向いてなんかしてるとかね。そうそう。でもそれはある。なんか改めて言われるとそうだよね。そうなんかいいな。なんか新たにさ、Welcome to my classroom っていう言葉にちょっと私は響いてるんだけど。よく来たねっていうね。いいね。いいね。Set the tone. That's good, isn't it? Number 2. Jump right in. Jump right in. Good managers start class right away. One colleague of mine, when the bell rings, shuts his door, turns to his students, raises his arms and announces, "Showtime!" 面白い。I have my own more subdued line. Okay, kids, the best part of your day is about to begin. それもいいね。面白いね。なんかさ、いいね、そのポジティブさね。That's interesting. That's really good. Of course, you don't have to be so dramatic, but good teachers take advantage of prime teaching time by diving straight into the lesson and leaving classroom maintenance tasks until later in the period. That's a very good point. でもそうね。すごいわかる。And admittedly, まあ、morning は morning だけれども、in the afternoon, I must admit, なかなかI don't start straight away. I sit with the kids for a while and we talk and we wait for other kids to come in and we have a bit of a chat and stuff. But admittedly, it's not always very comfortable. The kids are still really quiet. They liven up as the lesson starts and gets into it and throughout the activities and stuff. But the beginning of class is nothing like how it ends, ever. So maybe I do need to reconsider how I start the class. 結構ほら先生の中ではウォームアップアクティビティとかさ、初めのなんかやるものが決まっててってそこでね始まるなっていうなんていうかな空気を変えるっていうのはあるかもしれないよね。Yeah, I might because I also have a warm up activity, but I might begin it sooner, even if not all the kids are there. でもね、最近暑かったよ。So the kids are like, もう疲れてね。And I'm like, it's hot. It's hot. How are you? Hot, tired. Every kid, how are you? I'm tired. I'm hot. まあそうなんだね、マスクしてるしね。そう大変だよね。もう取ればいいのにね。And that she makes a good point. Leave classroom maintenance tasks until later in the period. I remember, and I'll never forget this. I must have been 8 years old, and
I had 2 piano teachers in my life, actually, or 3. I had 2 before I went to music university and got a new piano teacher there. The first one, when I was 8, I had him for about 6 weeks. And then I went to my new piano teacher who I had for all of elementary school, all of junior high, and all of high school, and totally loved her. Right. Now, the reason I didn't like my first one was when I arrived for my piano lesson after school, he would and his room was a mess, and there were 2 pianos there, but because he also did piano maintenance and stuff like that, but he'd always vacuum the floor when I arrived. And that used to really annoy me. I'm like, even at 8, I'm like, why don't you do that beforehand? Why are you doing it now? I mean, don't do it at all. I'm all right. Let's just go to the piano. But the fact that he would quickly vacuum the floor made me feel not important. なんかちょっとウェルカムしてないもんね。Yeah. なんか welcome, are you ready じゃないもんね。Are you ready? I'm not ready って感じだもんね。Right. なるほどね。And also, I remember at that age, I didn't like the sound of vacuum cleaners anyway. なんか、余計な話なんだけども、やっぱり、when I was a kid, vacuum cleaners meant that my mother was busy. And when she's busy, 機嫌が悪い. なるほど。You know? So things like vacuum cleaners and washing machines. の音聞くと。の音聞くと、お母さん機嫌悪いね。なんか、今、大変そうみたいな。お願いに来ちゃいけない。お願いしない方がいいなみたいな。そう。はい。なるほど。でもさ、そういうふうに思ってたんだね。思ってたよ。でもそれさ、なんか別にね、先生からするとほら、前の生徒がいてちょっと汚いからこうパーって片付けるみたいにしか思ってないかもしれないけど、でも確かに、なんか特別じゃないっていうか、別にどうでもいいんだ。僕がいても掃除とかしちゃうんだなみたいな感じに思っちゃうってことよね。I changed piano teachers, and her name was Mrs. Tree, and Mrs. Tree, and she used to greet me at the door, open the big door, big front door. Come in, Matthew. And we wouldn't go to the piano straight away. We'd go to the kitchen, and she'd like make me a juice and give me a snack. You know, and I felt great. She goes, "Are you ready?" Right? Yes. And we'd go, and it was fantastic. なるほどね。And so going to her place made me feel really motivated to practice every day, every morning. So I got good very, very quickly. And she was so proud of me. それすごくいいね。なるほどね。The relationship between the teacher and the student, even with piano, is crucial. そうね。でもなんか来て教室に入ったことで先生が嬉しそうにしてくれると嬉しいもんね。やっぱりね。Hey, so that's number 2. Jump right in. Thank you, because I'm going to give that some consideration and make changes in my classroom, perhaps. Number 3, establish the rules. Good classroom managers have protocols. Protocols. This sounds like mission. Yes, social, not social, it sounds like security. Good managers have protocols in place to handle routine issues that occur in every classroom. Students know the policy on cell phones. They know how to borrow a pencil and where to turn in late homework. They know the protocol for a trip to the bathroom. In other words, students don't need to interrupt instructional time with maintenance questions because they know how the classroom runs. 大事だね。そうだね。やっぱりみんなでいるわけだからいろいろこうディスターブがないようにね。One
wonder if she talks about it a little later. But of course, classroom rules are not just the way or how to handle phones or toilets or classroom materials like pencils. Rules also include maybe how to sit, Right. how to carry a chair, how to sit in the chair. あるよね。教科書ポンって投げる子いるじゃない？いる。物をこうね、粗末に扱う子供っているよね。ポンって投げたり踏んだりとかさ、する子ってたまにいるよね。いる。ポンって、あれは良くないね。良くないね。もっとリスペクト。そう。ものに。そう。本当そうよね。なんか今ポンって投げるので思い出して全然関係ないんだけどさ、なんかFacebook かなんかね、インスタかなんかで見たんだけど、アメリカのさ、グローサリーあるじゃないよく。Right. ああいうところでさ、子供がさ、買い物してするときにさ、お金をさ、投げるんだ、こうやって。キックアウトみたいな。$1パーンって投げて、これみたいな感じで。Can I have two cookies? とかいう代わりに2 cookies みたいな感じで、お金を$2パーンって投げたりとかする子がいる。To the shopkeeper. そう。で、ショップキーパーは OK って言って、そのクッキーをその子の手じゃないところに床に落とすっていう。そういうアティチュードならこういうアティチュードだからみたいな感じでさ。それもさ、コインとかもこうやって投げる子いるんだよね。Well, that's dreadful. I've never seen that. 渡したからいいだろうって感じよ。No, that's dreadful. That's totally unacceptable. But I have seen, not in Japan, but maybe it's Australian culture, that people kind of toss, not at the person, but onto the counter. They like toss a couple of bills, a couple of coins. They do it in the West, don't they? Yeah. 日本はちょっとできない。できないよね。お金もそうじゃない？こうくしゃくしゃってしたりとかさ。Yeah, I used to do. I don't do that now, but I'd have like a couple of dollars. In fact, Australian money is plastic, so that it's you can keep. くしゃくしゃならないからね。くしゃくしゃならないし、and you can keep it in your pocket, and if your hands go in the washing machine, it's all right. 日本はもうボロボロになっちゃう。そう。今はこうあんまりキャッシュを使うことがないけど、でもなんかああいうこう物をさ、投げたりとか。Yeah, and people even used to toss their credit cards. Onto the counter, like for the guy to pick up. それなんで？文化か。Yeah, just casual. いや、カジュアルしても。よくないね。ちょっと文化の違いかもしれない。文化の違い。なるほど。まあいいや、はい。はい。そういうね。So, yeah, setting the rules. I think. でもなんか、ルールとしてさ、物は投げないっていうルールは変だよね。なんか、投げてはいけませんじゃなくて、大切にしようよっていうのがまず先でさ、それはルールなのかな？それこそ。Well, I think it is, but the kids don't always know it, so it hasn't been set. Right. I don't think you'd need to go through every rule on day one. Kids probably need reminding of the rules when they break them. Right. And then maybe sometimes when kids break the rules that the teacher has in their mind, but realizes, the kids don't know that, then maybe let's have a meeting and let's discuss and make a rule. I made a recent rule in the preschool. The kids at playtime would often, especially the boys, the girls didn't, but they would run around with guns. Oh. Not real ones, but they'd made them. But still, I didn't like the idea of bang, 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 bang. Yeah. And I just said, that's it. And the next morning at our regular morning meeting, I said, we don't play with guns. And to be honest, I was a little bit hesitant. Is it okay for me to do this? Because I'm not being neutral. But I thought, well, guns kill people.
One of the boys said, why? It's fun. うん。I said, killing people's not fun. And being killed うん。 by a gun うん。 is not fun. うん。ウォーターガンなら Water gun, no problem. 痛くないからね。And one of the guys had made, and he said, it's not a gun, it's a water gun. うん。 You know, psh, 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 psh. And I was like, totally fine. いやいやいや。でもそうなんかなんだよわかる気がするね。うん。 In my previous employment too, they said, no guns. そうね。 Mm. うん。 Without hesitation. いやいや But や I っぱり kind of let it go, thinking, oh, they might いい grow か out of it. なって思うけどね。まあ、あんまり良くないね。やっぱその、怪我をさせる Game. ゲームっていうのは、怪我をさせるふりっていうかね。Even if it's fake, but Well, I mean, we've got kitchen utensils too Mm-mm-mm. for the toy Mm-mm. kitchens. And if there's a knife and if they go around trying to stab そ people, う I'm だ like, ね hey, 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 そうよね。 that's not how you use a う knife. ん、そうだよね。だからガン So, も一緒よね。。そうん、それはある。でもガンがあるんだ。そうか。 well, no, they make them Ah, either right, through right. Lego or Ah, right, something. right, right, right. No, we あ don't なる have ほど real ね guns うん there. うんうんなるほどね。 I can understand the boys' excitement, うん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 。 but we don't need that kind of play. うん Well, certainly not in our community. うん Let's put it まあ、 that ク way. ラスルームでやることではないかもしれない。まあ、外で好きに遊んでる分にはいいのかもしれないけど、でも、やっぱりなんかあれ思い出しちゃうね。チャンバラ、掃除のチャンバラ、覚えてる？怪我さしちゃって。小学校であったじゃん。ほうきとかでさ、刀のふ Right. りして遊んでさ、本当に命を落としちゃったってことがあったじゃない。ふざけてるつもりだったのにっていうね。加減がわからないしね、今の子ね。怪我もしないし。ちょっと違うけど、でも良くないね。Mm. So there are lots of rules in the うんうん classroom. うんうんでもなんか、 Another recent rule that we have is in the preschool. It almost feels like the younger kids need more rule reminding うんうんうん than the older kids, but that's not necessarily true. The うんうん older うん kids, elementary school kids, sometimes need reminding of rules too. Right. But the smaller kids seem to go through their day without awareness of a lot of rules because of their age. うんうんうん Another recent rules is when you sit on the chair, sit this way, don't climb over the back. うんうんうん危ないもんね。 Because the chairs are in a row. The chairs are in a row. So it is quicker Yeah, to to just climb over rather than go around, but it is dangerous. So like, no, just go around. まあ、そういうルールは必要かもしれないね。思うけどさ、ルールって大事だけど、ルールの what for をちゃんと言わなきゃいけないよね。Yeah. なんかルールだからって言うんじゃなくて、なんでそのルールがあるんだっけっていうことがベースじゃないと、なんかルールを覚えてるか覚えてないかで、ね、こうなんてコントロールするの嫌じゃない？ See, here is another thing that teachers have often disputes and misunderstandings over is that, well, there are too many rules, right? Rule って言うからなんかこう良くないっていうイメージがある。Rules and control. Rules are no good, control is no good. Well, like I say, it's a community that everybody needs to get on with, and that everybody needs to share. だそのさ、control っていう言葉から来る言葉のイメージが、やっぱりなんかすごく強い。Limiting. そう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 。 You have to limit the child. Rules limit the child. Control limits the 苦し child. めてる。Right. なんか窮屈にさせてる。先生の都合とかさ、そういうイメージがあるけれども、そうじゃなくて、そのことないよね。自由を safely に、健康的に、mindfully に、enjoy するために、ルールが必要。それはやっぱり教えなきゃいけないよね。それがディシプリンだと思うけどね。イメージはね、we have many rules って言うと、なんか怖い、何とか言って、もしコントロールやめてみたいに思うけど、でも、
やっぱその言葉のイメージじゃなくて、それが意味するものをちゃんと理解しなきゃいけないね。Number 4. Have a plan. Good classroom managers don't just have a specific plan, they share it with their students. A plan can be simple. Today we're going to talk about blah, 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 blah. Or you could tell your students, here are your 10 vocabulary words for the week. Copy them in your notebook and then we'll talk about them. Keep teaching tools like video clips queued up and handouts and smart board pens ready to go. Have a plan. Have a plan for sure. I don't always share the plan with the students because that would spoil the ride. これすごいよくわかる。私のさ、一番最初に今日はクロックやるよって言ったらなんでって言われた。はあ、言わなきゃよかった。そう。もうあれ忘れられない。そう。そう、最初に今日はこういうことしますっていうのがいいって言われてたからさ。なんかね、でも聞いてでも前も言ったかもしれないけど、日本語を教えるときには絶対言っちゃダメだったの。今日は何をするかって言わないで、導入から入って練習をやって、プロダクションまで行ったときに、あ、これをやったんだっていうフィードバックができる授業をしなきゃいけなくって、もし、それが生徒が今日はこれを学んだって言ったことと、先生がこれを教えるってことがイコールじゃなかったら、お前のレッスンはダメだって言われた。だから、先に、これをやるよって言わないで、授業を受けたときに、今日これやったって子供たちが、ちゃんとこう自分からアクティブに説明できる授業をしろって言われてたのよ。だけど、日本に帰ってきてからは、結構今日はこれやるよとか、これやりますとか、この歌いますとか、全部説明をしてやる感じだったんですよ。Yeah, and we saw a lesson not that long ago on YouTube. We observed a teacher's lesson. It was in the public elementary school, I think. And on the right-hand side of the whiteboard or blackboard was written every step of today's lesson. We're going to have a game. We're going to do the vocabulary. We're going to do pair practice. We're going to do this. And Zenbu. And I used to think, I still do, why would you need to tell the kids that information? But I think what's the thinking, the educational thinking behind is that, well, that way the students and you are both together on the same. そう。で、あれほら、私、未だに覚えてるけど、私が小学校行ってる時それなかったの、最初の頃。で、途中から出てきたの。で、途中から出てきてさ、指導講評に行った時に最初に言われたの、先生に。あ、河原先生、あの説明、多分河原先生的には良くないって思うと思うんだけど、これ一応苦としてやらなきゃいけないことになってるんでっていう前置きをされたの。で、そうなんですねって。だから私はあんまりそうやって細かく言わずに子供たちが、こう積極的に主体的に関わるためにあんまりそこをはっきり言わないのも大事だって言ってたから、愛に書くと多分私が何か言うんじゃないかって思ったみたいで先に言っとくけど、河原先生それあんまりと思うかもしれないけど一応こういうふうにやらなきゃいけないふうになってるんですって言われたの。でもそれの一つはね、さっき言ったように今みんなが何をやってるかっていうところにちゃんと戻ってこれることと、あとその一つの説明があったのはね。待って。今私たち何をやってるのかとか確認必要なの？そうだからその先生が言うにはほら発達障害の子とかちょっとこうねちゃんと聞いてなかった子に今ここだよっていうふうに言えるようにするためにも必要だっていう言い方をしてたの。だったらメニューみたいなスモールペーパーで必要な子どもたちだけよ。そうだから私あんまりねそれこそコントロールだと思うのよ。変な。で、なんていうのかな、いつも言うんだけど、その先生がこういう順番でやろうって思っとくことは大事よ。だけど、この通りにいかないことはダメなのかって思っちゃうじゃん。ある。ね。だって場合によってはこう思ったけど、これいらないかもとか、これ逆の方がいいかも。ちょっとなんか足すってなった時どうするのかなって思うの。そうするとさ、やっぱり先生って、思う通りにいかないよ。だから先生ってこう、カリキュラム、レッスンプラン通りに授業しなきゃいけないっていう思い込みが余計強くなる気がする。この通りにやらないと良くない授業だったの。Right. Because the kids have seen it.
So I better not confuse them by skipping anything. そう、だからまずこの通りにやらなきゃって、この通りに子供たちやらせなきゃ。自分もやらなきゃ、やらせなきゃ、やらなきゃ、やらせなきゃっていうの。Right. Because if you skip something, the kid's going to complain. そう、なんかやってないとかなるからね。って思うよ。で、先生も思うじゃん。で、先生はもう今日はこれはいいやとかって、じゃあなんでそこに書いてあるのって突っ込まれたら終わりだからね。だからあれって、いらない。But I do agree with the idea of a daily schedule. 大体の中で、大体。flow ね。flow. Although even that changes occasionally too. でも私もあれ嫌いだな。なんかリスニングやって、これやって、これやって、これやってって、もうなんか超型にはまってる。Yeah. で、これ終わったらインタビューかって思いながら言うのかなと思って、やりたくないなって思っちゃったらどうするんだろうね。And in the lesson that we observed, すごくね、先生丁寧に、はい、はい、君たち、はい、はい、今日のメニューですとかさ、it wasn't just written, but he walked the kids through it. で次はとか言ってちゃんと子供に読ませてね。はい、ここです。そこのエリシットいるって思うよね。まあでもまあいろんな考えがあるんでしょうけど、でもやっぱり。My teaching would fail if I did that because 私も絶対このプレッシャーにやられちゃう私。Well, the kids need to be engaged, and the kids are engaged because they're always wondering what's next, what's coming next. そう。They need to be wondering what's coming up next. 次なんだろうって考えることが大事だ。Yeah. So わかるそれ。For the purpose of engaging students, they need to be a little bit surprised. でもまさにね、私日本語教師の時それすっごい言われてたんだよ、先生になる時に。エンゲージさせるために、それを絶対見せない。そう、それ先生の情報。for observing teachers いいんだよ。いや、もちろんね。見るポイントだからね。何をするかっていうのはそれはそうだけど、そうなんだよな。それね、私もすごく思う。ましてやさ、オーストラリアやったの全くなかったよ、そんなの。ない。No, although I do remember my fourth grade teacher. 韓国はね、きっちりしてた。そう。韓国はきっちりやりたい方だった。だけど、オーストラリア、イギリスはその全然なかったね。My fourth grade teacher did write every morning what we were doing for the day, a bit like what the preschool does us too. And then she'd go, all right, you need to finish here before recess. So she drew a line under like a third of the things or whatever. Lunchtime here. But that was because, as we've often discussed here, in Australia, there's no set subject timetable. So the kids don't know what's happening when they come to school anyway. And so that kind of, what are we doing today, is kind of useful. それが大体ね。Yeah. だからそのラフさがいいじゃん。何時までにこれを終わらせとこうというのはデッドラインみたいなの絶対必要じゃない。だらだらやっちゃったら、終わりがない勉強だし、勉強なんて終わりがないしさ。そういう意味ではわかるけど、なんか細かいねのはちょっといらないかな。まあいいや。So, set the plan. そうだからね、やっぱりプランは何のためかっていうね。誰のためのプランかっていう。Yeah. だプランがさ、先生のその子供たちに授業に子供たちを合わせるみたいな感じじゃない。じゃあ子供たちに授業を合わせようよって思うと、ちょっとできないよね。できない。だからレッスンプランをきっちり書くっていうのも、頭の中でこういうふうにやっていこうと思っても、それが全てじゃないじゃない。だってその時の子供の気分とか今日暑いとか具合悪いとかいろんな子がいる中で、どういうふうにアジャストするかって思ったら、レッスンプランってそんなに大切じゃない気がしちゃうんだよね、私はね。I basically remember the lesson plan. But occasionally, especially if there's lots of things in one lesson, 順番わからなくなっちゃうから、あるいは I would forget things. いや本当にね。これやらなかった。So I do write on a memo and have it kind of just sitting by me. でも私もそうだな。なんかレクチャーするときと一緒こう。そう。言い忘れがないよな。そう。メモぐらい。
So, all right. うん Yes, have a う plan ん for sure. うんうん God, not having a plan for a 2-hour lesson can be really painful. そうね。何しようだもんね。 So definitely have a plan. Mm. Hey, but sharing it with your students, I don't know. で内容によるかな。内容による。うん、だから何のために見せるかっていう。だからほら、次エンゲージさせるためには見せない方がいいっていうさ。だけど時間が、時間が what for 書いてない。時間が関係あるものはもちろんいると思う。Number 5. うん Involve your kids. Good managers are enthusiastic about the subjects they teach. うん But that doesn't mean they monologue for the entire class. Just talk, うん talk, うん talk. うん They limit how much they talk. Oh, they limit how much they talk and encourage their students to participate. うん They ask interesting questions that make kids think and value their students' input. Oh, まさに。そう。質問よ。そ Interesting questions. よく話す人は質問しないからね。う。うん。自分でうわーって喋ってるもんね。だから先生が喋りすぎるって良くないよね。なんだろうな。まあ、どうなんだろう。英語の中では、ほら、この間もちょっとある方に言われたけど、インプット大事だけど、もちろんね、インプットがあるからアウトプットもあるんだけど、アウトプットできるものをアウトプットするのを考えたら、いらないインプットだっていっぱいあるって言ったら、すごくなんか、すごい過激なこと言うみたいに言われたじゃん。インプットがいらないのってとか言われたじゃない。インプットがいらないんじゃないけど、何のためのインプットで、何のためのアウトプットかって考えたら、いるものといらないものがちゃんと分けられるっていうことがあるじゃない。Indeed. で、それをあまり考えずに、インプットが大事とかやってると、結局先生しか喋ってないよね。だから生徒が喋んないんじゃないですかっていうふうになるんだけど、そこもあんまり考えてないかったのかな。I was doing an information gap activity this evening. うんうん And the kids knew what to do, うん but they weren't really sure on how to get started. Right. And I wasn't helping them out. うんうんうん。 And ごめん。 could I have another tea? And as the time ticked on, one of the girls in my class, she has probably the least amount of confidence in that class. But her confidence has grown a lot. But still, there are times when she feels like, I don't know. So I sat closer to her to give her some reassurance. I sat really like by her side, watching what she was doing. And I was basically waiting for the other kids to get started and then for her to listen to the other kids and, that's what I should be doing. And it was tough because I was thought, if I don't jump in now and help her out, she's going to lose confidence. Right. But on the other hand, if I do that, then I can't. If I don't wait for her to use her own skills to look around and look at her friends and go, that's what we should be doing, Right. and then get going, then she'll always believe I can't do it. うん。 So it was tough. But in the end, she did it. Good. And after she did it, I called a meeting うん。 and said, see, you can do it. Now, so here was one area that I was definitely restricting my input. うんうんうん。 I didn't say うん anything. うん。 I just kept believing that she could do it. いやいや。 And all she needed was a little bit of time. Mm. The other kids said, come on, hurry up. You know what to do. Just get going.
right? 少し何か出てくれば絶対クリックすると思ったからね。So. And they did, うん but their voices were also small. So it took her even longer for him to pick up. All she could hear was like some murmuring in the background, and the kids were making progress, and she's like, I don't know what to do. I don't know what to do. So she was losing confidence. Right. But then, thankfully, somebody, her friend sitting next to her, asked Good. a very important question, right? And so this is during the activity, and so she was able to, if I ask that question, then I'll get the information I need and I know what to do. めっちゃ嬉しかったよね。So. でもそこ And then when she 大事 did だよね。 ask, her voice was the biggest Good. voice. She was 素晴 great. らしい。 So input そのさ、 has its place, そうそう。 but no input also has an important meaning. わかる。だからインプットがないと不安になって諦めちゃうじゃない。だからインプットしちゃうじゃない。でもそうじゃなくって、どうしようってこう気持ちがさアップダウンしながらこうかなって先生も大丈夫きっといけると思いながらさ、それを子供の中でさ、なんかできないちょっとできる、聞こえないわからない、どうしようこれ分かったかもってなったこの経験がめちゃくちゃ大事だよね。わかる。それすっごくよくわかる。本当そうだよね。それをさ、すぐ助けちゃったら、この子供のこの感情のね、この動きがないままスムーズにやったらそれはもったいないよね。もったいない。わかる。でも結構やっちゃう人いるんじゃないかな。Yeah. 困ってるとすぐ助けちゃうっていうか、Are you okay? みたいな感じで、いや大丈夫だから。なんていうのかな、静かなこう黙っちゃって気まずい雰囲気に先生が負けちゃダメっていう感じあるよね。Yeah. I think it was important that I sat close to her because that way I was there for reassurance. You can do it っていうメッセージのつもりね、大丈夫だよって。でもそこで余計な口出ししたり手助けしない方が、きっと先生はできると思ってくれてるんだっていうつもりでやった方ができるようになるもんね。わかる。なんかさ、目に見えないことなんだけど、すっごくそうって大事だよね。ある。絶対ほら、よく言うけど、絶対そういうふうに信じてる先生の波動って出てるからね。出る。ね。子供見えないからね、説明しにくいかもしれないけど、絶対it happens while you're waiting. 待つ時間、それすっごく感じる。そうね。大事だね。それすっごく大事。わかる。はい。信じて待つね。Number 5. That's my favorite so far. Number 6. Respect your kids. True. Good classroom managers like and respect kids, and they show it. They smile. They act like they're happy to be there. They expect kids to make mistakes and understand when they do, and they appreciate when kids work hard and tell them so. Yes, that's true. They walk around the room and interact with kids, offering help and individual praise. They try to keep in mind that every student is trying their best, and they don't embarrass kids who on occasion test their patience. Good classroom managers look to make their classrooms a safe, comfortable, and pleasant place for everyone. Respect ね。In saying that, I think it goes both ways. I think the relationship with the teacher and the student needs to be balanced. Balanced. What does it mean, balanced? It needs to feel good. It needs to feel right. Right. Sometimes you find that kids take advantage of situations. They take advantage of moments when they think somebody's not looking, but of course we are. Right. And so it does test your patience because they are actually showing disrespect to you.
試してるからね。 Yeah. どこまで何して大丈夫かって。 Yeah. 結構子供ってそういうシビアで見てるよね。I get it a little bit. うん。 I actually get quite a bit in elementary school classes, actually, because they think they can get away うん with. うん So they're sometimes a bit disrespectful, and I have to say, hey, うんうん no, that's not good. うん That's not nice. Mm. You can't say that. うん But I also get it with younger kids. うん But I've seen my students be even worse with other teachers. And that's really disappointing. うん So it seems to be that, like, they're okay with me, うん but as soon as they're with another teacher, Mm. they're suddenly somebody else, and Mm. they're a bit more Wild. borderline うん disrespectful. うん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 言葉は悪いけど、舐めてかかるっていうかさ、バカにするっていうか先生をね。 Yeah, で、子供の中で見てるもんね。こ yeah, の先生はダメだけど、この先生やっていいみたいな。 yeah, 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 でもそれってさ、危険だなって思うのよね。 yeah, だってお友達のいじめもあるじゃない。 yeah, この子には言わないけど、この子にはそういうこと言っていいみたいな、 Yeah. いうことになり得るからね。 yeah, うん、そういう意味では。 yeah, yeah, yeah. だから結局でも、子供自身はさ、やっぱどうしてもそもそも悪い子っていないって私は思ってしまうのね。 Mm. うん、だからその子の行いが良くないよってことをちゃんと言わなきゃいけないと思うよね。 Yeah. But of course, kids like that うん、 when they do show really positive behavior うんうん or positive thinking or Mm-mm. positive うん words. うん I'm like, that's great. You know, I'm always うん、 very genuine Mm-mm. in my praise. そうね。だから素直にすごいなって褒めてあげればいいもん。 Yeah. And tsunami, うん、 huh? That's terrible. まあ terrible はあんまり使うこと必要ないかもしれませんけれども、but react naturally うんうん to what you see うんうん and what you hear. うんうん Um, でももちろんそれはちゃんと relationship がね、できてるのが。 of course, 全 of 然 course, です of よね course, of course. So, そうね。でもなんか、 but I think, I mean, in principle, I うん agree. うん But there are cases where it's simply easier to do when the relationship is balanced. That is, the amount of respect is balanced, the amount of attention to each other. right, right. I don't always focus 100% of my attention on every child そうね。 the whole day. So I don't expect that child to focus 100% of their attention on me all day. There are on times and there are off Right, right, times. right. True. But when it's on うん time, うん it's on time. Mm. This is the time to be watching and listening to your teacher. Right, right. そうね。 Sure. うん。わかる。 Kids make mistakes, yes. うん。 But teachers, So do kids, teachers. うん。 and so do teachers. うん And respect goes both ways. うん So, of course, the teacher must act in a respectful way, Yeah. worth being respected. Right, right. You can't just say, I'm the teacher, so respect me. No. No, it doesn't work like that. No. The kids know it from a Yeah. very early age Mm. that if they watch and listen to this teacher, they're going to get something really good out of it. うん So that's where the respect うん begins. うん The respect happens when the kids feel value in Mm. watching and listening to this うん teacher. うんそうね。バリューを感じるからね。 So, そうそうそう。 hey, すごいそこよくわかるな、それ。本当そうだね。うん。 number 7, うん。 keep it fair. Now, this also goes both ways. そ Good classroom managers don't play favorites, true. う。うん。 They have favorites, but they don't play Mm, favorites. And their kids trust them to apply the rules evenly, うん okay? うん They don't ignore poor behavior from some kids, but not from others. うんうん。そう、まあね、そうよね。 Mm.
They don't allow students to bully other students. そうね。And they model the behavior they'd like to see in their students. まあね。このフェアっていうものをこう追求したいよね。フェアってなんだろうっていう。ね。フェアってなんだろうってすごく思うよね。So we've had issues with fairness. Which is another big topic all in itself. そう。で、なんだろうな。正解はないと思うのよ、フェアって。一応なんていうのかな。子供にとってよ、いきなり、やっぱ自分の子供、自分の子供じゃなくて、子供自身がさ、自分のなんていうのか、グリーディーなところって出るのがまあ普通っちゃ普通じゃない。小さい子ほどね。素直に。で、そのグリーディーなものがどう他に影響するかっていうことを教えることが、フェアを教えるタイミングっていうか、フェアに気づかせるタイミングだと思うんだよね。その気持ちはわかるけど。It's a very important experience to go through. そう。That finding the balance of fairness. そう。それはやっぱり、それってさ、なんか口で説明してわかるようなものじゃない気がするんだよね。そういう経験を踏まえてどう感じるかどう思うかっていう、そのフェアってさ、さっき言ったようになんかこう、正解がないっていうのはなんだろうな。心がどう動くかにすごく影響する気がするのよ。ね。フェアじゃないって思った時の気持ちよ、なんていうのかな。Some teachers, I think you're going to agree with this. Some teachers and principals think that good classroom management is all about law and order. But what these 7 habits have in common is that they focus less on student compliance and more on teacher-student relationship. And that's true. A classroom culture that's based on mutual respect and trust fosters student growth and discourages disruptions. That's true. The places that have the biggest management problems is where there is a lack of trust. Yeah. Hey, discussions and assignments that draw on students' experiences and ideas encourage kids to invest in their own learning. That's important, isn't it? Right. If your lesson can help develop the kids' thinking and ideas, then they can feel trust in being there because it's their ideas they're exploring, not necessarily the teacher's ideas. When students are invested in the lesson, they are less likely to disrupt the lesson, disrupt the classroom. いいよね。そうね。そう、なんかさ、ルールとかディシプリンとか、書き出したらさっき言ったようにさ、いっぱいあると思うのよね。でもさっき言ったように、これが全部ルールだから、これを覚えてやりなさいっていうものじゃないと思うのよ、ルールって。ね、言葉があるから守らなきゃじゃなくて、なぜそのルールがあるか、なぜこれを守った方がいいかっていうところがなかったら、ただ言うこと聞いてればいいっていうわけでもないじゃん。先生が言ったからとかね。いけないんで先生に言ってやる、言ってやろうじゃないけど。でも、なぜいけないのか、なぜこのルールがあるのかっていうのは、小さな子供であっても、私はやっぱり説明するべきだと思うんだよね。なぜこれがあった方がいいのか。でもよくさ、大人もそうだけど、意味がわからないルールってあるじゃない。ある。スクールルールとかさ。what for が全く見えない。それこそコントロールされてるような、なんかこう、人権をインベージョンされてるようなルールもあるじゃない。関係ないんだけど、この間、ちょっと先生と話してるときにね、私も別の先生にも、小学校の先生と話したときにもあったんだけど、ちょっとこの話と違うかもしれないけど、子供に人権っていうヒューマンライツみたいなところもちゃんと意識させなきゃいけないよねっていう。Definitely. で、そこからフェアって出てくると思わない。そう。ね、ライツっていうさ。
だからルールっていうものは必要だけれども、何のためのルールかっていうことに何度も言うけど、やっぱりきちんと持たないと、こうに言われてるからこうなのっていうのは絶対通用しないもんね。で、しかもそこに疑問を感じないのもおかしいじゃない。だから小さいからよくわからないって言うかもしれないけど、わからないから言わなくていいってわけではなくて、わからなくても言った方がいいことってあると思うんだよ、ちゃんとね。どんなに小さな子供でも、やっぱ人として接するべきだし、子供だからじゃなくて、理解できるようなボキャブラリーのやっぱリミテーションってあると思うし、そのフィジカルなリミテーションってあるとは思うけれど、だけどやっぱ一人の人間として、ちゃんとこうなんだよ、こうだからこうなんだよ、こうなんだからこうなんだよっていうのは、やっぱり伝えていくことがディスプリンだと思うんだよね。で、ダメな時はダメ。いいかもしれないし、悪いかもしれないっていうチョイスはちょっとよくわからないと思うけどさ、ダメなものはダメ。なぜダメかっていうとっていうのがないとさ、先生がダメって言ったらダメだからっていうのはただの独裁者じゃない。それこそコントロールじゃない。でもそうじゃないんだよね。でもそこをさ、そういうのも、ディスプリンのようになるのもコントロールしていて、子供の自由を奪うとか、子供の自由さをね、壊すとかいう方いらっしゃるけど、本当にそうかなって思うことあるよね。で、自由でいいこととわがままでいいことは別だからね。その自由とわがままの今日はどこに行くかっていう。でもすごくいいと思う、これ。Yeah. 7 habits of highly effective classroom management. Again, thank you to Suzanne Kapek Tingley. She's a veteran educator with a master's degree, and the site is www.wgu.edu. I'm not sure exactly where this place is. Yes, it's some sort of educational resource. Their motto is, hey, teach. The resources to thrive and the laughs to survive as an educator. いいね。じゃあ最後にもう7つまとめて読んで。Hey, 7 habits of highly effective classroom management. Number 1, set the tone. 2, jump right in. 3, establish the rules. 4, have a plan. 5, involve your kids. 6, respect your kids. 7, keep it fair. Yep. Overall, a very, very informative, very well written, very easy to understand, very easy to identify with article. 素晴らしいです。すごく当たり前のようなことだけど、これってとてもやっぱり大事なことよね。当たり前ことはね、意外と書きにくいんだよ。この間その話になったよね。すごい。当たり前なことを言語化するって大事だよね。そう。改めてこうやって文字にしていただけると、すごく振り返りやすいしね。振り返りやすい。And then you can find yourself going, そうとか、いいんじゃない？だからそのクラスルームマネジメントっていうのはやっぱりだから、How じゃないんだよね。ただね、やっぱだからこうしたらいいよとかいうそういう問題じゃないよね。どういう先生でありたいかがやっぱりベースに出てくると思わない？ Absolutely. And again, it's what you think of your community and where you want to take your community as they grow. The community doesn't always get larger. The class numbers stay the same, but the kids in your classes grow. And where do you want to take them? What kind of future do you have in mind for them? And we address that issues of that nature at our seminars. Right. で、こういうのってさ、やっぱりこう対話ができること、話ができることっていうのすごく大事よね。一方的じゃないしさ。なんかね、
感情的になって対話ができない人っているじゃない、なんかとっても残念だよね。なんかすぐジャッジしちゃうの。いいとか悪いとか。いいとか悪いとかジャッジするから、自分は正しくて相手は悪いってすごい攻撃的になるじゃない。でもいいとこもあって悪いとこもあるってニュートラルに見てたらそんなにエモーショナルことないのになっていつも思うんだけど、なんかそういうふうにこうエモーションになってこうなんかね攻撃してくるようなのって良くないね。Alright。そんな感じでいいかな。そうですね。でもちょっと今日また新たにいい勉強になったっていうか、いい勉強になりました。いい気づきがいっぱいありました。No comments in the chat box, but that's okay. That's okay. Next time, 何回かに1回ぐらいクローズでなんかズームでちょっとお話ししたりするようなのもしたいなと思う。一方的じゃなくてね。ちょっとそれもしたいなって考えてます。なんかね、いつもこの YouTube ね、本当になんだろう、ただ取りっぱでただ話しっぱなしで、もともとのきっかけがもうお茶の間で話してることをどうせならみんなに聞いてもらうっていう点から始まっちゃってるから、こんな感じでやっていただいてるのに、なんかいつも見ていただいてる先生、本当にありがとうございます。ありがとうございます。なんか後から何回も見てるって言ってくださる先生がいて、なんかもう恐縮こんなダラダラ喋ってるの聞いててね、本当申し訳ないなと思いながら感謝しています。いつもありがとうございます。今度はね、どっかでもうちょっと先生方と交流できるような夜のお茶会ができればいいかなと。Did we have one recently? We did. 一回だけやったね。突然、YouTube がつながらなくて。そうだ。There were technical problems, so we said, that's it. 今度、Let's go on Zoom. あと、突然ね、今日は YouTube なしで Zoom でやりますみたいなことやってね。ちょっとそういうのもやりたいなと思います。せっかくだから。Thank you for joining us. いつもありがとうございます。And we'll see you next week. はい。次は next week は9月。9月だ。9月です。はい。Good night. では、おやすみなさい。ありがとうございます。そうなのよ。大事だ。やっぱりさ、マインドだよね。どういう人でありたいかっていうあり方な気がするね。クラスルームマネジメントね。そう。だから例えばさ、子供たちをウェルカムね、してあげるって言っても、なんかあんまり思ってないのにさ、あ、そっか、そういうふうにすればいいんだって言って無理やりやるとさ、またそれもなんか伝わっちゃって、先生どうしたのみたいになっちゃってもさ、なんか悲しいしさ。やっぱ This is really nice. What is this? それはね、しそジュースです。赤しそジュースです。なんかごめんなさい、関係なかった。すいません、おやすみなさい。はい、これでいけるのかな。よいしょ。